ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ニュースを聞いて少し気分がスカッとするような話題を取り上げようと思います。現在、カタールではワールドカップが行われています。ここに多くの日本人サポーターが応援のために行っているのですが、それらの日本人サポーターが現地の人たちから良い意味で注目を集めました。それは試合後の会場においてゴミ拾いをしている姿がとてもユニークであり、称賛すべき行動だとして紹介されたのです。こうした日本人サポーターによる清掃活動というのは、国際的な大会においてはよく取り上げられる、もはや風物詩とも呼べるようなものです。しかし、毎回聞いて悪い気分ではないので、今回もどのように伝えられたか見ていきましょう。信じられないが、これがジャパニーズだ。カタールメディアが日本人サポーターのゴミ拾いに仰天。現地ファンに大反響。彼らから学ぶべき。現地11月20日、カタールワールドカップが開幕し、開会式とオープニングマッチのカタール対エクアドル戦がアルバイツスタジアムで行われた。この日、日本人のファンも会場を訪れていたようだ。彼らが試合後にスタジアムで見せた行動に、現地メディアカタールライビングが驚きをあらわにしている。同メディアは公式 SNS を通じ、なんてことだ、日本のファンは開幕戦の後、スタジアムを掃除することにしたとその様子を動画で報じた。カタールワールドカップのオープニングマッチ、カタール対エクアドル戦が終わった後にそれは起こった。日本人はスタジアムを掃除することを決めたのだ。彼らの国の試合でもないのに、彼らに手伝うよと声をかけると、屈託なくありがとうと答えた。そして、なぜ掃除するのかと尋ねた。だって彼らには本当は関係のない、責任のないことだからだ。それでも、日本人はゴミを置いて立ち去ることはない。その場所へのリスペクトを込めているという。ちょっと意地悪に YouTube のために動画でも撮影しているのと尋ねれば、してないよと否定した。わお、こんなことが現実に起きるなんて考えてもみなかった。信じられないが、これがジャパニーズだ。加えて、敗北したカタールサポーターが捨てていた国旗の扱いにも注目。彼らは地面に投げ捨てられた異国カタールの国旗も拾い上げた。それらを椅子の背にかけたり、手に持って大切そうに運んでさえいた。それはすべてリスペクトの気持ちを持っているからなのだ、と感銘を受けたようだ。短い動画の最後には、ゴミ捨てをする日本人サポーターに、カタールのレポーターが感謝のハグをする姿が収められている。この動画には、現地のファンから絶賛の声が数多く寄せられ、大反響となっている。凄まじく大きなリスペクトの気持ちでいっぱいだ。日本人は映画館でも同じことをしていた。彼らの姿勢から学ばなければ、ビールを飲めないだけで文句を言う人間もいれば、このように静かに行動を示す人々もいる。日本のみんなに敬意を示します。日本人は世界で最も礼儀正しく、規律正しい民族だ。ヨーロッパの一部の国々が混沌としている中で、日本人が自分たちの文化を示したことに大きな拍手を送りたい。これこそ国に対する敬意というものだ。僕は日本が大好きで、彼らの文化や価値観にいつも畏敬の念を抱いている。彼らは尊敬に値するし、むしろ私たちは彼らから学ぶべきだ。これこそワールドクラス、ファーストクラスの精神と態度と言える。といったコメントが寄せられました。世界大会のたびに注目を集める日本人サポーターのゴミ拾い。今回はカタール国旗に対する扱いにも賛辞が送られている。そしてこちらが紹介されていた動画です。試合が終わった後、日本人サポーターたちが観客席でゴミ拾いをしています。それらの行動がいわば何かの客寄せではないかといった観点から、YouTube の撮影なのかい、テレビ局の撮影なのかいといったことを聞いているわけです。しかし、これらのサポーターはあくまでも自主的な活動をしているだけであり、そのことにまた驚かされたというわけです。記事の中でも書かれていることなのですが、ここで登場した日本人サポーターたちは日本の試合のためにこの会場に訪れていたわけではありません。ワールドカップのその開幕戦を観戦するためにやってきた人たちであり、試合をやっている当事国とは全く関係がありません。ですが、日本からわざわざワールドカップのためにカタールを訪れているような人たちですから、サッカーへの愛が溢れている人たちでしょう。ですから、試合や選手、そして会場そのものについても、サッカーへの愛が溢れている人たちです。だからこそこうした清掃活動を行っているのでしょう。こうした試合会場の清掃活動を行う人たちというのは、全体から言えば少数派にしか過ぎません。しかし、こうして海外に出て活動している姿が、他の国の人からしてみれば、かなり珍しく、そして賛辞を送るべき行動として見られるわけです。このことそれ自体は日本人にとっても非常に清々しく感じる出来事ではないでしょうか。
特に日本の場合だと使ったものは自分できれいにしましょうねというのは公の教育の中で取り込まれていることですが、他の国ではそうではありません。例えば、公立小学校の場合だと自分たちの使った教室は自分たちで清掃するといったことが行われているわけですが、他の国の場合だと清掃員が清掃するんだから生徒たちは教室を掃除したことが一度もないまま卒業する人たちというのも他の国では日常的な光景です。また、開催国のカタールや UAE、サウジアラビアといった現地の人たちにしてみれば、清掃するのは清掃員の仕事だという考えをしていて、実際に家にはそうした清掃するためのお手伝いさんを雇っていることが珍しくはありません。ですから、自分自身でそうした清掃をするということ、それ自体が非常に珍しく映るものなのです。こうした日本人サポーターの清掃活動は賛辞を集めるわけです。こうしたニュースを聞いて私たちの気分としてもスカッとするわけですが、同時にこのことから考えられるのは、じゃあ日本ではどうなのかといったことです。例えば、日本のスポーツイベントなどにおいては残念ながらゴミが散らかり放題になってしまうということはよく見られる光景です。どうしても全員が全員きれいに使おうというモラルが高いわけではない。ここが一つの問題でしょう。例えばスポーツから離れてみても、無料のキャンプ場と有料のキャンプ場だと、無料のキャンプ場ではどうしてもゴミを捨てるべき場所にゴミが集められず、そこら中にゴミが残されたままお客さんが帰ってしまったり、山火事の危険性のあるような場所で焚き火が行われてしまったりといったことがよく問題視されます。一方で有料のキャンプ場においては確かにお金は払わなければならないという意味で少しハードルは高いのですが、その代わり利用しているキャンプ客はゴミは整理整頓されてしっかりと捨てるべきところに集まり、そして火の扱いなどもきちんとしているといったことなどはよく言われることです。これに類似するような形で言えば、コロナ禍においては観光業が大きなダメージを受けました。その時になんとかこの観光業を助けようとして旅行支援の補助金がつけられました。この時、高額でしか泊まれないような場所が補助金がつくことによって普段ではあまり利用したことがないような人たちも宿泊するようになって、アメニティグッズが丸ごとごっそりなくなったり、持ち帰ってはいけないような備え付けの筆記具であったり、調度品などが持ち去られてしまったなどというちょっと笑えないような話もあります。ですから、こうした意識を高く持ってスポーツイベントやそれ以外のところでも日本人の民度が高いぞと誰にでもわかるような形での行動を整えられる人というのはもっともっと増えて良いことですし、今回のようなニュースを見て気分がスカッとするなと同時にそうでない人たちももっと日本人自身も見習うべき行動だと言えるでしょう。とここまでで話で言えばちょっと政治的な話題が一つもないので最後にお難しい話もしておきましょう。今回カタールで開催されるワールドカップ、カタールが投入する資金はざっと日本円で30兆円以上と言われています。いわゆるオイルマネー凄まじいなというのを感じさせるニュースなわけですが、これだけの資金を投入できるのはカタールが天然ガスや石油を輸出しているからです。そして日本はこうした中東からの天然ガスや石油を買っている国です。ですから30兆円の予算が投じられているなというのをすごいなと思うと同時にこれらのお金が実は日本のお金も結構入っているんだぞということもちょっと意識する必要があるでしょう。30兆円の予算でどれだけのものが作られたか。例えば港を整備しよう、空港を整備しよう、道を整備しよう。サッカースタジアムなんかないんだからみんな作ってしまおう。暑い国のサッカースタジアムなんだからどこでも冷房はきっちりと効かせよう。ついでにインフラだけではなく地下鉄なんかもどんどん作ってしまおうという具合にして、カタールはこのワールドカップを契機にして国際大会を誘致するそのような体制づくりといったものを進めようとしています。こうした動きというのは中東の国においては別に珍しいわけではありません。例えば観光業で非常に有名なドバイなどもそうなのですが、いずれオイルマネーは頼りにならなくなるというのは中東産油国ではある意味共通の認識です。ですから、いずれ入ってくるお金が少なくなることを見越して、もっと別の形での富を得ようとしているわけです。それが観光業であったり、金融業であったり、放送業、もしくは宇宙産業といったものもあります。さらにはお金それ自体に働かせるという意味で、サウジアラビアの政府系ファンドは、日本の国家予算並みの資産というものを蓄えて、世界中に投資などを行って、その富を国へと還元するそうした取り組みもされています。そうしたオイルマネーを使った産業振興といったものが大々的に行われているその象徴としてカタールワールドカップがあるわけですが、
同時に今、批判の声も上がっています。例えば、独裁国家であり、そのために人権蹂躙が行われている。カタールの人たちはあまり働かず、その代わりに海外から安い労働力を入れて、それらの人たちが奴隷的な労働をさせられている。そのために多くの人たちが亡くなったといった問題や、イスラム教の問題として LGBT 問題に対しては否定的であり、例えば同性愛者などは犯罪者として扱われる問題などもあります。そうした人権や政治的な問題については、それこそ金の力で FIFA を黙らせることができるんだぞということを見せつけるような形で行われているのが、今まさに開催されているカタールワールドカップなのです。日本からしてみれば、エネルギー源を中東に依存している立場から、そうした強い批判の声を浴びせるのも非常に難しい立場なわけですが、50年、100年単位で考えれば、いずれ石油や天然ガスを使わない、そうした核融合発電へとつなげるための技術開発をしっかりと進めて、中東の政治問題や人権問題についてはっきりとものが言えるような立場になるべきでしょう。また、単純な話として、オイルマネーの根源というのが、それこそ日本のような資源のない国からお金がどんどんと渡って、彼らを豊かにしてしまっているというこの現実を変えるためにも、技術力をいかに開発していて、そのような問題から脱却するかというのも、国家戦略上は非常に重要なことなのです。というわけで今回の話はここまで。動画の始まりそれ自体はスカッとしようという意味で日本人サポーターの話をしましたが、残念ながら世界は非常に狭いもので、カタールがワールドカップを行えたそのオイルマネーの源泉がエネルギー資源のない国々から集められたお金であり、そして日本はそうした意味では大口の顧客であるといったことなどは意識しなければなりません。世界は広いようで狭く、そして未来のことを考えれば今日本がどうすべきなのか、そういった政治の話へと実はつながってくるものなのです。あなたは私の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。